新しくカメラを購入しました。この買った理由が、カフェとか勉強してる時に携帯で撮ってるとちょっと目立って恥ずかしいのと、調べ物をしたい時にちょっと使えなかったりするのがちょっと不便だったから、小さくてコンパクトなカメラを購入しました。しかもここが取り外せて、こんな感じで、だからいろんな撮影の仕方ができるかなと思って、もっと気軽にたくさん動画も撮りたいなって思ったのでいいかなって。ケースはね、このニューニューで買ったちっちゃなポーチと缶バッジとかいろいろつけたもの。そう、すごいコンパクトだから持ち運びもしやすくて、じゃーん、たくさん撮っていけたらいいなって思います。ということで、タイトルにもある通り、私のワーホリ計画について少しお話しします。韓国ワーホリは25歳以下の人が1年間行くことができるんだけど、私は今年25歳なので、今準備を徐々に進めてます。大学卒業後は休学して行く人も多いと思うんだけど、私は看護師の仕事も好きで、なりたかった夢の一つだったから、とりあえず働いて自分のお金で有意義なワーホリ生活を送りたいって思って、このタイミングにしました。ワーホリっていうと海外で働くことがメインになるのかなって思うけど、今考えてるのは、とりあえず3ヶ月間語学堂に通ってワーホリとして働いていきたいなって思ってます。私が語学堂に行くことを決めた理由は実はちゃんとあるので、動画の後半でお話ししますね。今日の分の単語をやったんだけど、ちょっと難しいとこがあって、自分的に。この立ち並ぶ、進み出る、立ち寄る、通り過ぎる、近づいていくとかのこの紛らわしい感じがちょっと覚えにくくて、トゥロソだ、ナソだ、トゥルだ、チナガだ、ハガオだ。そうだからちょっとここら辺の単語を使って韓国語の先生とカカオでつながってるから、ちょっと文をメッセージを送ってみようと思います。ちょっと今日夕方から雨が降るそうなんで、今日中に出しておきたい郵便物とか、ちょっとお買い物しに行ってこようと思います。안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈어요. 1년에 그래도 3번, 4번은 가니까 네, 언니 네. 상가라. 그러면은 꼭 한국인은 봐요. 네, 네, 한국인은 네. 있어요. 그냥 이렇게 있어요. 그런데 네. 여기는 없어요. 남편이 음, 운전하세요? 남편 3시간, 저 3시간. 저 운전해요. 선생님도 운전하세요? 네네네. 아, 진짜요? 운전할 수 있는데 네. 페파 드라이버. 와, 재밌다. 장롱면허라고 해요, 한국에서는. 아, 장롱 면허. 이게 멘쿄? 이런 뜻인데, 아, 이 한국이 뭐냐면, 크로세토 っていうことです。 아, クローゼットに入ってるみたいな感じ。아, 와, 재밌다. 아,
와 정말 대규모 대장정을 할게요. 네, 대장정. 대장정. 대장정이라고 하면은 대규모는 오키쿠, 그러니까 오키 간지です. 사이즈가 오키. 근데 이 대장정은 나가이. 예. 정말 대장정의 여행이에요. 정말 일본 동단이요. いただきます。最近少し太ってきたから、もともと24時間ジムには行ってたんだけど、いい機会かなって思ってパーソナルジムに行ってみようって思ったのね。Google マップで、近場がいいから調べてみて、口コミでなんか3ヶ月で10キロ痩せましたとか1ヶ月で3キロ落ちましたみたいな口コミがいいところが近くにあったから、メッセージ送って予定合わせてこの前初めて行ってきたの。いや、そこがさ、とんでもなくぶっ飛んでるジムだったのね。まず行ったら、マッチョが出てきて、ここきつすぎて有名だからみんな基本紹介なんだよねって言われて、へえ、そうなんすねって話してたの。それで、ダイエットをしたいんですって言ったら、とりあえず食事のルール言うから携帯にメモってって言われて、なんか分かりましたとか言ってメモしたんだけど、まずご飯、パン、麺、根菜類を食うな。1日800キロカロリー以下にしろ。最近って PFC バランスをちゃんとしようとか、過度な食事制限をせずリバウンドしない体にしようみたいなよく見るのに、今時そんな人いるんだ、パーソナルトレーナーでって思ってで、なんか焼いたらぺっちゃんこになるものを食うなって言われてなんかほうれん草とかレタスとかじゃなくて、じゃあ何食べたらいいんですかって言ったら、ブロッコリー、鶏胸肉、鶏もも肉、キャベツ、キノコとか、それを炒めて基本塩コショウだけにして、飲み物ももちろんジュースは飲むならっても飲むな、コーヒー、お茶、水にしろって言われて、でも800キロカロリーってまあまあじゃん。しかも仕事なんかしてたら絶対お腹すくしさ。じゃあとりあえず、ちょっと今日は残り10分しかないから10分だけトレーニングして帰ろうって言われて、ジムの部屋行ったら、EDM がガンガン流れてて、なんか壁に大きな穴が開いてたのねこれね、昨日来たジムの男性がトレーニング内容きつすぎてぶっ倒れてできた穴なんだよね。基本何人かは履いてるから感じで、やる気は一応あるからさ、じゃあお願いしますとか言ったら、10分間ぶっ通しのハードメニューすぎて、どこ目指してるんだろうって思うぐらいハードメニューすぎて、で10分終わってもうフラフラで、これ次60分やるんすかって、とりあえず1週間で 1.5 キロ落ちるから、1週間後にちゃんと毎日体重計測っといてね。なんかそんな厳しいと思ってなかったから、外食の予定が結構入ってて、やばい、1週間後に 1.5 キロ落としてなきゃ怒られると思ってなんかとりあえず言われたメニュー今日作ってみたけど、絶対飽きるやん。絶対3日後にはもうご飯食べてるもん。そのトレーニング以外の日もトレーニングってした方がいいんですかって言ったら、多分筋肉痛でできないと思うからいいよって言われる。生きて帰ってこれるかしら。わお。
動画の最初でも言ってた私が語学堂に行きたいと思った理由は大きく分けて3つあって、まず1つ目は語学力をしっかり伸ばしたいから。今は塾に通ってなくて独学で勉強したりオンラインレッスンで会話の練習をしたりしてるんだけど、ワーホリの1年間を考えた時に最初の3ヶ月だけは語学堂で基礎からしっかり勉強して、その後の9ヶ月は韓国で生活しながら実際に使う韓国語をたくさん身につけていきたいなって思ったから。2つ目は韓国の学校生活を体験してみたかったから。海外の学校に通う経験ってなかなかできないと思うし、韓国の語学堂は大学が運営していることが多くて、キャンパスの中で授業を受けることもあるから、韓国の大学の雰囲気も感じてみたいなって思って。最後に3つ目は海外の友達を作りたいから。語学堂には韓国人だけじゃなくて韓国語を勉強しに来たいろんな国の人が集まるから、そこでいろんな国の人と仲良くなれたらいいなって。私は旅行が好きで、その国の文化や人柄に触れるのが好きだから、語学堂みたいにいろんな国の人が集まる場所で友達が欲しいなって。それでもし仲良くなれたらいつか海外旅行で久しぶりって再会できたらいいなって思ってる。